フレンズプラス本日のゲストは国際大会優勝でシーズンを終えたばかりの19歳。もう完全復活を期待されるこの方です。失礼します。山本壮太です。荒川さんとはほとんど話すのは初めてだと思うのですごく緊張しているんですけど、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本壮太です。すっかり大人になってびっくりしちゃいました。いやー、自分では分かんないですけどゲストと同じコーチに学んだ先輩 MC 荒川静香。スケートを本格的に始めたきっかけはトリノオリンピック。ゲスト山本草太。フレンズプラス初出演、初対談の2人。荒川静香が怪我を乗り越え飛躍を誓う山本草太を直撃。現在大学生、そのスケート人生と意外な素顔。数日後には名古屋に引っ越して、引っ越したエキシビションでダンスバトル、本田紗来ちゃんと僕になって3弁さおったいあってかなないですね。めっちゃど真ん中スケーターズアイテムでは今愛用のスケート靴を披露。来シーズンからちょっと靴の種類だったりエッジの種類も変えてみようかなと。スケートを始めた頃から変わらない思いがある。本当にスケートが好きなんで、その思いがあったからやっぱりオリンピックには出たい、そういう気持ちはすごく。次の時代の担い手は2度の骨折にも負けず復活の道を進む。スケーター山本草太の今がここにある。フィギュアスケートの魅力をたくさんの人に届けたい。荒川静香が送るフィギュアスケート専門番組フレンズプラス。172ですって言いたいんですけどね練習後とかで1センチ縮みます。縮む？はい、本当？ジャンプの衝撃とかちょっと伸びるかもねあんまり飛ばなくなったら改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。おそらく一緒に滑らせていただいたことは、はい、名古屋で何度かはいあるけれども、お話しさせていただくのは、はい、これまであまりなかった、5発ぐらいだったね、はい、と思うので、今日はたくさんお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シーズンは先日の国際大会で一応一区切りということで、本格的にシニアに参戦して国際大会に出るのは今シーズンが最初でしたよね。はい、いかがでした？先シーズンよりは高い目標を設定してシーズン通して、頑張れたかなと思います。たくさん国際試合だったりも派遣させていただいて、すごくレベルの差を感じたこともあったんですけど、最終的には、オランダの試合で、いい演技ができたので、すごくいい経験になったかなと思ってます。前進という感じでしょうかね。そうですね、やっと出てきたかなと思います。2月、オランダで行われたシーズン最終戦を完全優勝で終えたチャレンジカップ、その舞台裏。チャレンジカップではエキシビションで面白いエピソードがあったということですけど、ちょっと教えていただけますか？そのチャレンジカップが終わってエキシビションでダンスバトルという。エキシビでダンスバトルって珍しいですよね。はい、自分のエキシビションのパートも滑るんですけど、その間にダンスバトルも組み込まれていてすごくそれ聞いて自分もエントリーすることになった時はもう、正直嫌でダンスが嫌だ。はい、もうダンスとかあまりやったことないんで、
即興でやるってこはいとですね。即興で音楽も毎回違って、違う音楽が鳴ってその音楽に合わせてダンスするというようなものだと思うんですけど、ダンスが苦手で私もやだなあったらなので出る前はもう1回戦敗退で済ませようかなと思ってたんですけど消極的1対1で、バトルするんですけど、お客さんがそのどっちが良かったかパネルで色で表しているんですけど、それを上げてくださるんですけど、そのチャレンジカップたくさん日本の選手も出ていて、日本人のファンだったりお客さんもたくさん見に来てくださってて、あったかい感じ。僕全然踊れてないのに毎回勝ててうっかりなんでだろうなって思っていたんですけど、あれってそしたら決勝本田紗来ちゃんと僕になってすごい組み合わはい、それでまあ勝っちゃってちょっ勝っちゃったとお小遣いもらえたっていうせ。それはどんな内容だったんですか。さらちゃんは踊った。まあ自分のことに必死でちょっと見れていないんですけど皆さんダンスしてやってると思うんですけど、僕はひたすらスケーティングしてジャンプも少ししてっていう感じではあったんですけど、いや受けたんですね。じゃあそれがねよかったですダンスはちょっと楽しくなりましたか。まあやらなきゃなとは思いましたG 線上のアリアを踊ります。2018年シーズンを振り返ってベストパフォーマンスは。この前のチャレンジカップ、オランダでやったチャレンジカップの演技が一番良かったと思います。先シーズンよりかは高い目標を設定して練習だったり私生活だったりそういうものに取り組めたかなと思うシーズンでした。でも結果も求めていかなきゃいけないと思えた時期でもシーズンでもあったので、まあ悔しい結果とかもたくさんありましたけれども、嬉しく思う部分もあったので、それを来シーズンはもっといい結果を出してもっともっと、達成感のある試合を増やしていきたいなと思っています。フレンズプラス。大阪の岸和田に生まれた負けず嫌いの少年は名古屋へ。そして世界の高みを目指す。ご兄弟は。僕一人っ子です。一人っ子一緒だ。私も一人っ子なんですけど、山本選手はスケートと出会ったのって何歳だったんですか。5歳です。5歳、はい、きっかけは。僕の母がすごくスケートを見るのが好きで、やってはいなかったんですけれども、テレビでもう僕が生まれる前から見ていたらしくて、それで僕も生まれてから、テレビで見かけるようになって、それがきっかけで僕がスケートしたいっていうことを伝えて始めました。じゃあお母様が見てたテレビを一緒にそうですね、見てやってみたいと思った。はい、ちょうど表彰式の場面で、その金メダルを取ってる姿を見て、僕も金メダルが欲しいって言って始めたのがきっかけなんですけども、ちょうどトリノオリンピック荒川さんが優勝した5歳その時、はい、それぐらいの時期で、ちょうどその場面を見て始めたいって伝えました。でもお母様がもともとスケートがお好きで見ていらっしゃったのを息子さんがやりたいって言ったらお母さん嬉しかったんじゃないですか。スケートを習わせるっていう思いはなかったらしくて、そういう僕がそう言ったのもびっくりしたらしいんですけれども、まあそうです、すごく喜んでもらえてたら嬉しいです。そこから初めて行ったリンク、その様子覚えてますか。はい、僕大阪出身なんで、当時は大阪の、車で行ったんですけども、臨海スポーツセンターというリンクで初めて滑って、他の選手も簡単そうに滑っていたので、僕も簡単なのかなと思って手すりも持たずに滑り出したら一発目転んで本当に難しくて、もう全然
教室だったんですけれども、もうずっと手すりも離せず、ずっと捕まってた記憶があります。大阪に生まれて、今練習拠点は名古屋にありますけれども、それはいつ大阪から名古屋に？僕が中学1年生の夏8月頃で、ちょうど、その時代だと全日本ノービスが自分の中では一番大きな試合で、すごく、優勝という目標をずっと追い求めてやっていて、その前のブロック大会で、近畿ブロック大会ですごく、その前から調子は悪くて、でその試合もちょっとボロボロで悔しい思いもして、母と相談してどうにかこの調子を戻さなきゃいけないとなった時に、ジャンプを教えるのがすごく上手な先生が、名古屋にいると、母すごくスケートが好きで、それでそうアドバイスしてくださって、でそれが長久保コーチだったんですけど、自分は当時あまり正直分からなくて、すごく困惑もあったんですけど、ずっと試合終わって、車で何時間も相談して、もうその日に決めて、多分次の日かもう数日後には名古屋に引っ越して、試しに行ってみるとかではなく、もう拠点をいきなり移すことに。でもう全日本ノービスも結構迫っていて、2週間後ぐらいの試合で、シーズン中ってことですもんね、ブロックから全日本ノービスまでの間だから。すごく環境も変わって不安はあったんですけど、最終的には優勝できて、本当にこうやって今もスケート続けれて、間違ってはいなかったのかなと思います。お母様の導きといいますかね、その決断力もすごいですよね、やっぱ今思えばね、そう簡単なことじゃないですからね。でそれからもうずっと名古屋で、名古屋に行って何が一番変わりましたか？例えば練習量とか練習内容とか気持ちとか。そうですね、練習の内容も変わりましたし、気持ちとかも少しは変われたかなと思います。長久保先生の教え方っていうのは何が一番自分にとって新しいものでした？そうですね、すごいなと感じたのは、僕がジャンプ飛び打って失敗して、で今のジャンプここがダメだったなって自分で思って、で先生のところにアドバイス聞きに行ったら、同じ自分が思ったことを注意してくださって、すごい見てるなっていうか、すごく見抜く力ってやっぱすごいんだなっていうのは感じたので、なので今まで教わったアドバイスだったりとかはすごく覚えているので、今でも思い出してやることもあるので、そういったのは大切にはしています。どの時代もそうですけれども、コーチたちが飛んだことのない回転数を教えなければいけなくどの時代もなっていくので、コーチたちって本当に大変だなと思うんですけどね、特にね、多分長久保先生の時代ってダブルを飛んでたって聞いてたので、それをねトリプルや4回転を教える時代で作っていくのでね、すごいなと思うんですけどね。実は兄弟弟子の2人共に同じ年の頃、長久保コーチに師事していた。教え子が語る長久保先生。長久保先生の印象って厳しい、優しい、どういう印象がありますか？僕も厳しいという印象はすごく強くて、来た当時も、いろんな環境も変わってすごく困惑してた部分もあったんですけど、なかなかジャンプを回転をしきれなかった。パンクしたり、スルーしたり。パンクとスルーは一番怒るでしょそうなんですよ一番怒るところなんです。怒るというか、もうアドバイスすらしてくれないような、何やってんだってすら言ってもらえなかった、あ、なるほど、そこは変わったかもしれないです。そこがすごく怖くて、もうアドバイスすらされないっていうのが結構自分多かったので、なので練習では本当に逆にアドバイスされるように。そうですね、グループレッスンだとね、目に留まっ
った選手に声をかけるけど、目に留まらなければはい声かけられないままですからね、ずっとね。私は目に留まらないように後ろにいたことが多いのに一番怒られたっていう記憶があるので後ろにも目がついてるんだって言われて先生の一番勢いのいい時代に習ってたのでね怖いっていう印象はありますけれども、その見抜く目といいますかね、どこにでも目がついてるイメージはあります。確かにあれ見えてたんだみたいなそれは名古屋に行っても健在でしたか？そうですね、僕もほとんど初めて教わったんですけど、すごく厳しい先生っていうイメージはありました。フィギュアスケートの世界へ導いてくれた金メダリストがいる。幼少期に憧れていた、目指していた選手っていうのはいますか？スケーター。そうですね、ずっとロシアのエフゲニー・プルシェンコ選手とずっとちっちゃい頃はすごく言っていたので、すごく憧れてはいました。そのエフゲニー・プルシェンコさんからどのようなところは自分が影響を受けた、スケートに影響を受けたなって思いますか？まあその当時の試合とかは生で見れたことはないですけれども、アイスショーだったりで、見れる機会もたまにあって、そういった時にすごくなんだろうな、このオーラの出し方だったりとか、そういったのが上手なのかなってすごく感じたので、そういうところを見習うじゃないですけど、自分も、最初は真似て、スケートにつなげれたらなと思っているんですけど。初めて生で見た時っていうのはいつだったんですか？アイスショーではあります。アイスショーの、僕が多分高校1年生ぐらいのシーズンのアイスショーで初めて見て、覚えてるのは更衣室に普通にいた場面が思い出すんですけど、すごく、全然英語も僕言えないですし、話す機会はあまりなかったですけれども、写真を撮っていただいたりとか、すごく思い出はあります。結構ずっと見てた気になるよね、いたらね、更衣室に。試合の時とかやっぱりこう笑顔が多いですけれども、普段は別に普通な寡黙にしてました。クールな感じで